in hand, building a car filled with dreams. Gioro's camper van, the day of completion has come. When the engine starts, freedom spreads. Let's drive on roads not on the map. キャンピングカーに乗り続けること30数年、年齢とともに旅のスタイルも変わってきた。今の旅に合った理想のキャンピングカーが欲しい。そこで作ってしまえということで、このバスを手に入れた。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、バスに取り付けてたキーレスエントリー、これの受信機が壊れてしまいました。実はまた壊れてしまったという方が正しいんですけども、3回目なんですね、故障したの。まず最初に取り付けたのがこれです。これ 24V 対応のものなんですが、これまず買ってですね、バスに取り付けました。そして最初ちゃんと正常に動作してたんですが、その日のうちに壊れてしまいました。それで配線とか全部チェックしたんですけども、間違いもないし配線に異常もないんで、メーカーに言ったら新しいものと交換していただけました。それで新しいものが到着して取り付けたら2日間ちゃんと動作してたんですが、2日目ですね、壊れてしまったんですよ。全く同じ症状で壊れてしまったんですね。で、どんな症状かというと、これ出力回路にこのリレーという部品がついてるんですが、これが全部入りっぱなし。アンサーバック、ハザードランプがドアロックした時とオープンした時に1回点滅とか2回点滅とかってあると思うんですけども、それもつきっぱなしになってしまうという症状なんですよ。それでこのメーカーのこの機械がダメなのかなと思ってですね、別のメーカーのものを購入しました。それがこれです。これはですね、実は 12V 用のものなんですよ。 12V 用のものを24V に使うわけなんで、ちょっと改造しないと使えないんですが、これですね、ここのメインの機械自体はこれは 12V 用になってるので 24V をかけるわけにはいきません。1本使わない余ってた端子、ここに 12V を入れて 12V でこちらの回路は動作するようにしました。出力なんですが、このリレーっていう部品は制御するこっちの回路ですね、この回路と出力側のアクチュエーターとかウインカーとかを動作させる出力回路ですね、これを電気的に切り離している部品なんですよ。だから出力回路が 24V でも制御回路ですね、これだけ 12V に変更するっていうことは簡単にできます。それで中の回路だけ 12V で動くように改造して出力は 24V として使ってました。これを取り付けたのが3月です。で、今もう7月なんですけども、約4、5、6、3ヶ月使った時点で壊れてしまいました。症状としてはまた全く同じ、全部がつきっぱなしになってしまうという症状です。なんでこれ全部がつきっぱなしになってしまうのかっていうことなんですが、この部品ですね、ちょっと拡大しましょうか。この部品、ちょっとここ焦げてるの分かりますでしょうか。この部品が焼けちゃってるんですよ。これは何をするための部品かと言いますと、この制御する回路から信号が来たものを増幅して、この出力のリレーっていう部品を動かすための、いわば増幅回路なんですね。ドライバーとかトランジスタアレイとかっていう名前の部品なんですが、これが壊れてしまう原因ですね。こっちもここに全く同じ部品がついてるんですけども、こっちもこれがやっぱり壊れています。1台目も販売店の方に送り返しちゃったんですけど、それも同じ症状だったので、おそらくこの部品が壊れてるんだろうなと推測できます。で、この部品
が壊れる原因ですね。このリレーっていう部品なんですが、オンにしたりオフにしたりするときに電磁石でスイッチを動かすっていうアナログな部品なんですよ。それを動かしたときに電磁石の方に逆電力、逆に流れる電流っていうものが発生するんで、それで壊れるのかなっていう気もするんですが、一応ね、それの保護回路的なものはこの中に内蔵されてるんで、どうなんかなと思っていろいろ考えたんですが、どうもハザードランプ、ウインカーのランプですね。バスって結構たくさんついてるんですよ。21ワットのものが6箇所ついてるんで、結構な電流が流れるんですね。これよく見ると DC の耐圧 14V って書いてあるんですよ。これ 12V 用だからかなと思って、こっちの 24V 用の方を見たらですね、動作させる電圧は 24V なんですけども、接点側の耐圧が 14V、20A ということで、こっちも 14V なんですね。使えないことはないとは思うんですが、電圧には弱いのかなという気がします。まあ普通ね、交流だったらね 125V まで耐えれるんで、 DC で 14V 制限があるんですが、 28V、24V かけたところでそうそう壊れるものではないんですよ。この接点側にウインカーランプに流れる大電流が流れることによって誘導電流が発生して、それがこの入力側に回り込んで、これを壊してるんじゃないかなという気がするんです。それを対策する部品回路を組み込もうかなと思って、今部品を注文しております。で、それがね、到着次第ですね、ドライバートランジスタアレイっていう部品なんですが、これと交換してこれを修理したいと思っております。でですね、同時にそのウインカーですよね。ウインカーだけまだちょっと LED 化してなかったんですが、それには理由がありまして、ウインカーってまあこういう電球が入ってるんですけども、もう電球は買ってるんですよ。LED のね。LED の電球。こんな電球。これはね、色のついてる電球はここのピンの角度がずれてるんです。これわかります？でこの、これは違うな。こっちでした。この白い電球はちょうど反対側にこのポッチがついてるんですね。これはオレンジ色のまっすぐのやつ。だからこっちが白のまっすぐの対照的についてるやつですね。一応こういうのをもう買ってるんですが、これ LED に変えるとですね、玉が切れたんだという判断をしてですね、ハイフラになっちゃうんですよ。ハイフラ防止リレーとか売ってますよね。で 24V のやつもまああるんですけども、全く合うやつがどこ探してもないんですね。このバス5ピンのリレーがついてるんですが、5ピンのものって売ってないんですよ。改造しなきゃいけないんで、めんどくせえなと思って全部 LED 化した時にはウインカーの電球だけ残して他のものを全部 LED 化したんです。で今回ね、この電球に大電流が流れることによって誘導電圧が発生して、それがこの IC、ドライバー IC ですね、トランジスタアレイを壊しちゃってるんじゃないかなと想像できるので、それの対策はするんですけども、もうこっちも LED に変えちゃおうということで、フラッシャーリレー、ウインカーリレーですね、それを改造していこうと思います。ウインカーリレー交換したいなと思って探したんですが、交換できそうなものが見当たらないので、今ついてるウインカーリレーの中がね、まずどうなってるのか調べてみてですね、そのハイフラになる検出回路ですね、そこを取り除ければ取り除きたいなと思っております。そしたらまずね、ウインカーリレーの方を外していきたいと思いますが、ウインカーリレーがついてるのは
この下、このね、この中あたりにあるんですよ。ちょっと潜ってね外さないといけないので、下から覗いたらねかろうじて見えるんですが、なんとかちょっと届くぐらいなんで、ちょっとなかなか撮影難しいのかなと。この目の前にあるこれがウインカーリレーです。これをねちょっと外したいと思います。コネクターも抜けへんし。フラッシャーリレー、ウインカーリレーですね、外してきました。いやー、もう外すん苦労しました。はい。こんなとこにね、こんな電子回路が入ってますね。これのリレーの速度を決めてるのがこいつですね。で、どっか出力側の電流がようけ流れたら、こいつが点滅の速度を速くするということなんでしょう。ちょっとね、これ回路を追っかけてみたいと思います。回路の方を追ってきました。どうもこれ見えるんかな。この抵抗で、この出力側の電球の方に行ってる線の電圧をここで拾ってるみたいなんですね。それであとこの IC で点滅させてます。でその点滅の速度を決めてるのがこの抵抗なので、どうしましょうかね。まずこの電圧検出をしないようにこれを外して、それで外した上でおそらくハイフラになると思うので、この抵抗で速度を調整しましょうか。ちょっとやってみましょう。はい、そしたらハンダを外していきます。はい、これで電圧を検出しなくしたので、こいつがどう点滅するかちょっとやってみます。こっちやね。向きを間違えると大変なことになりますからね。よいしょ。そしてちょっと早いね。ウインカーの方はあらかじめちょっと電球を2個ほど外しておきました。これね。ここがアースに落ちてないとダメなんですね。検出回路外すとダメでしたね。弾切れを検出した状態になるはずです。 LED をつけたらね。はい、こんな感じでね、電球がついてなくても一応
ハイフラで点滅するようにはなってるので、もうこの状態で速度を落としてやろうかなと思ってます。でセンサー部分ね、このセンサー部分を外すとどうもうまくいかないので、もうこの弾切れを感知した状態で点滅速度がいい感じになるようにちょっと調整できればなと思ってます。このコンデンサーとこの抵抗で速度が決まるのかなという感じの配線になってるので、一度ちょっとね交換してみようかな。 3.3 マイクロ3.3 マイクロの何ボルト、50ボルト、 3.3 マイクロ50ボルトがついてるので、なんかのがないかな。25ボルトじゃちょっと低いよな。35ボルト 4.7、50ボルトがあったらな、全部電圧が低いんだよな。50ボルトの10マイクロ見つけました。これでだいたい3分の1ぐらいのスピードになるのかな。いっぺん変えてみましょうか。よいしょはい、そしたらちょっと試してみましょうか。どうでしょう。点滅のオンになってる時間とオフになってる時間のバランスが悪いですね。はい、ちょっとインジケーターつけました。ここにね、LED のね。で、結局速度を変えるのはもうやっぱり電球切れのセンサー部分をごまかさないと、ついてる時間と消えてる時間の差ができてしまうんですね。で、どうしてもうまくいかないので、ちょっと探り探りですね、その電球が切れてない状態にする値を計算しようと思って計算したんですけど、それでもなかなかうまくいかず、手探り状態でいろいろ試してみました。抵抗値変えてね。そしたらうまいこといくポイントが見つかって、リレーが作動した状態で電球がつながってるという騙しの信号をこの IC に入れてやるという回路をここに組み込みました。トランジスタ1個なんですけどね。それでこれね、今そのトランジスタがつながっていない状態では電球が切れてるので、これハイフラの状態になります。そして電球がつながったと騙す信号をこれによって入れてやります。どうでしょう。これでうまくいったんじゃないでしょうか。はい、そしたらこれね、ここにハンダ付けして完成させたいと思います。ち
ちゃんとついたかな、これで。OK やね。そしてこいつが動かんようにちょっと止めときたいですね。はい、ちょっとそしたらこれで最終的にテストをして、こっち反対側は LED つけてないですけど、ちょっと試してみますね。感じやね。よし、そしたらインジケーター外して元に戻します。はいはい、これで完成です。そしたら玉を全部 LED に変えなきゃダメなんですけどや。そしたらリレーの方ね、ここコネクタ戻しました。ウインカーいきます。いい感じ。そして反対側、はい、感じやね。はい、そしてハザード、はい、正常に行きましたね。電球が切れてないと騙す、こいつを騙す IC に入る部分ね。電球の代わりに抵抗を入れたんじゃないですよ。 IC のところの信号のところに微妙な電流が流れるんですけど、微妙な電圧の差を拾うようになってるんですけど、その微妙な電圧の差をうまく作り出したということです。うまいこといきました。これで全部 LED にね、またちょっと前一箇所ヘッドランプの横のウインカーね、ランプ変えてないので、それを変えたいと思います。あ、下にネジがあんねや、忘れとった。玉変えました。はい、これがね、この角度の違うやつだったんですよ。でこれ入れようと思ったらこれじゃなかった。ちゃんと買ってました。これでした。これね、角度オレンジ色の玉を絶対入れなきゃいけないとこにはこの角度の違うやつがついてるんですね。はい、そしたらこっちはちょっと戻しときましょう。なんか雨降ってきそうな感じになってきたので、大丈夫ですね。両方ついてますね。ちょっとこっからじゃ見えへん。これついとるでしょ。ちょっとね、ここサビがシャーシーブラックかけときます。ウインカーもね、全部 LED に交換が終わりました。
それであとはキーレスエントリーを部品が来たら直したいと思います。多分ね、このウインカーのね電流がかなり大きかったの、7アンペアぐらい流れてたので、それの誘導電流かなんかでドライバー IC が焼けちゃうという現象が起こってたんじゃないかなと思うんでね、この電流も減らしたし、それとそのドライバー IC の保護回路ね、それの部品も注文してますんで、それをつけて取り付けたいと思います。部品がまだ届いていないので、今回はこの辺にしたいと思います。部品が届いたら続きをやっていきたいと思いますので、ぜひ次の動画もお楽しみに。それではまたお会いしましょう。車中泊、キャンプ、旅、登山などのアウトドアの動画はサブチャンネルにアップしています。こちらのチャンネルもぜひ見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。